こんにちは、池田真子です。はい。今回は100均マニアが選ぶセリアの購入品を紹介していきます。今回は新商品のキッチングッズやキッチン周りで使える収納グッズを紹介していきます。ついにセリアからも出たっていう商品も見つけたので順番に紹介していきます。ちなみに皆さんは100均に行ったらいつもどういうアイテムを買うことが多いですか？ぜひコメントで教えてください。はい、ではもうついにセリアからも出てきたものから紹介します。こちら。真空パックキッチンスポンジです。でこちらはこのソフトタイプと無膜タイプっていうのがあります。それぞれ100円で販売されています。でこれソフトタイプが3つ、無膜タイプが4つ入ってるんですけど、もうめちゃくちゃコンパクトになっていて、でこれはもう見た目からしてファンサンスポンジと思ってちょっと試しに買ってみました。セリアバージョンが出てきましたね。はい、中はこんな感じで真空パックに入っているので、この使わない間コンパクトに収納しておくことができます。結構スポンジってこう収納スペースでかさばりやすかったりするんですけど、これだったらもう小スペースに収納できるのがいいですよね。一応色でソフトタイプか無膜タイプかっていう見分けもつくようになっています。はい、では開けてみます。あ、若干膨らんだ。はい、ちょっと膨らむには時間がかかりそうなんですけど、じわじわ膨らんできています。この無膜タイプも開けてみます。ちょっと動かすと膨らむかな意外と時間かかるかも。でこちら膨らみにくい場合は40度のお湯につけると膨らみやすくなるみたいです。はい、こちらが膨らんだ状態のソフトタイプのスポンジです。お湯につけるとあれだけ薄かったものがしっかりと膨らんでくれました。でこのスポンジと不織布の2層のタイプになっています。でこちらのスポンジは食器全般やホーローなどに使えます。はい、ちょっと今洗剤をつけてみたんですけど、結構しっかり泡立ちますね。はい、では洗っていきます。このスポンジの面がきめ細かくて柔らかいので食器を傷つけにくいです。この不織布の方もめちゃくちゃ硬いわけではないので、こんな感じで折り曲げたりして使うこともできます。ちょっと汚れがこびりつきやすいものとかは不織布の方でするとしっかりと汚れをかき取ってくれます。ツルツルですね。サイズもよくあるサイズ感だと思うので問題なく使えます。こんな感じで泡のきめ細かさもわかるかと思うんですけど、すごいなんか滑らかです。はい、続いてこちらが無膜タイプの方のスポンジです。これはさっきよりももう少し粗めのタイプのスポンジになっていて、全面同じなんですけど、こちらの特徴としては水切れがよく乾きやすいタイプになっています。こちらも全然しっかり泡立ちますね。わかるかな？泡がさっきと比べるとちょっと粗い感じで、泡立ちはすごいしっかりしています。でこちらはガラスやプラスチックの食器などに使えるスポンジになっています。おおすごい、もう洗ってる段階からキュキュってなってますね。こちらは全体的に柔らかいスポンジになっているので、さっきよりもさらに扱いやすいです。こういう小さいカップとかでも折り曲げて縁とかも洗いやすいですちょっと泡で見えへんか。はい、こういうプラスチックのコップも簡単に曲げて洗えます。はい、では流していきます。はい、今洗い流してみたんですけど、どちらのスポンジで洗った方も汚れはしっかり取れています。はい、こちらのガラスもすごい綺麗です。で、こちらのスポンジも洗い流します。はい、今ちょっと洗い流してどちらも水を含んだ状態です。やっぱりこちらの方が粗いので、持った感じ的にももうすでに水がある程度切れている感じがあります。こっちの方がちょっと重いですね。で、これで絞ってみます。はい、こんな感じで、どちらも今同じ回数絞ったんですけど、結構しっかりと絞ればしっかり水は切れるなと思います。ただ密度がやっぱり違うので、乾きやすさとかを重視するのであればこの無膜タイプが良さそうです。で、汚れをしっかり落としたり、よりきめ細かく洗うっていう場合であれば、こちらのソフトタイプが良さそうです。で、ちょっとしっかり逃げて使ったりとかすると、このソフトタイプは若干形が変わってきたりとか、へたりやすくなったりはするかもしれないです。
なので普段から食器を水につけておいて汚れを落としやすい状態にしているとかであれば木タイプの方でも十分だと思うし、フライパンとかお鍋とかこびりつきやすい汚れが多い場合はソフトタイプがいいのかなと思います。はい、ちなみに今家にあるスポンジ3枚とこのセリアの3枚のスポンジの厚みを比べるともうこれぐらい変わります。なので収納するときだいたい1個分のスポンジよりも薄くなるのでだいぶコンパクトに収納できます。でこちらがちょっと似てるなと思った三々スポンジなんですけど、それよりまださらに薄いですね。こまめに買い替えたりよりコンパクトに収納したいという時に便利です。はい、続いてがこちらキッチンスポンジ用ハンドルです。こちらも100円商品です。はい、こちらはこんな感じでハンドルがついていて、裏にマジックテープのようなものがついているんですけど、ここにキッチンスポンジを取り付けて使うことができるような商品です。はい、こんな感じでこの裏面にさっきのようなキッチンスポンジを貼り付けて、でそのままお掃除ができるっていうような商品です。ですごいシンプルな作りになっていて、しかもこの上の部分がフックにかけられるようになっていたり、穴もついているので収納もしやすくなっています。でこれもともとはダイソーでこういう商品で専用のスポンジがついたものっていうのが販売されてて、私それがすごいお気に入りで今この上の部分だけ洗面所の方で洗面台のお掃除に使っているんですけど、セリアからもうこの単体上の部分だけの商品っていうのが出てきました。しかもこちらは収納もしやすくなっているしスリムな形になっているのでかさばりにくいのもいいですね。めっちゃ進化してる。あとはこれ持った時に指がすごいフィットするようになっていてすごく握りやすいです。親指入れてもいいな。指でこうでもいいしこうでもいいし。はい、ではこちらにスポンジをつけます。せっかくなのでセリアのスポンジをつけてみようと思います。まずこの不織布の面につけるとこんな感じで結構引っかかりやすいのでしっかりつきますね。でこういうちょっと滑らかな面になると若干この引っかかりは弱い気がします。押さえながらお掃除することを考えると全然問題ない範囲かなとは思います。でもう少し粗いタイプもつけてみます。こちらも結構しっかり引っかかる感じがありますね。ちょっとお掃除用にこの薄いスポンジもつけてみます。はい、やっぱりきめ細かいものだとちょっと引っかかりは弱い気もするんですけど、だからといって全くつかないわけではないのでちょっとこちらでお掃除してみます。はい、こんな感じでしっかり指にフィットして握れるのですごく力を入れやすいです。でちょっと細めの形になっているので意外とこのカーブの部分とかも洗いやすいですね。これめっちゃいい。このカーブの部分とかも全然問題なくお掃除できます。これだと直接スポンジを触らなくていいので手が汚れるっていうのも防げるし、洗剤で手荒れしやすい方もお掃除しやすいと思います。お掃除してるうちにスポンジもしっかりフィットしてくれましたね。なのできめが細かいタイプのスポンジでも全然お掃除できると思います。すごいこれ自分でスポンジを握ってやるよりもより力が入ってる気がします。気持ちちょっと楽しくなってきますね。程よくスポンジの厚みもある分カーブもしっかりとフィットしてお掃除ができます。ちょっと水もつけながら洗い流します。はい、そして使用後のハンドルはこのままかけて収納することができます。でもしくはフック穴もあるのでフックにかけて収納することもできます。キッチンのシンクに限らず洗面台にも使えると思うのでぜひ試してみてください。はい、次は収納に使えるものを紹介していきます。まずこちら下扉用フックです。こちら2つ入りで100円商品です。はい、こちらは扉に引っ掛けて使えるフックになっています。すごい見た目もすっきりとしたシンプルなデザインですね。でこちらに消耗品のストックを収納したりとか、あとワイヤーネットを引っ掛けることもできるようになっています。はい、ではこちらのフックを扉に引っ掛けます。もう場所もお好みで移動できますね。でこちらにキッチン周りで使うものを引っ掛けます。はい、そうすると扉の内側に簡単に収納が作れます。
で、扉を閉めてみると、はい、こんな感じで問題なく閉まります。開けるとこちらです。で、このまま取り出して使うこともできるし、また買い替える時も引っ掛けるだけなので簡単に使えます。で、このフック自体が細めになっているので、結構いろんなものをかけられると思います。例えばこんな感じでキッチンツールとかもかけられます。他にはワイヤーネットを引っ掛けて収納を作ることもできます。で、お好みでワイヤーネットに引っ掛けられるものを組み合わせて、あとはこんな感じでキッチンツールだったり、キッチン周りで使うものを収納できます。こんな感じで扉を開け閉めしても、ここのフックが二重になっているからか、結構安定しやすくて、ぐらつきも抑えられます。で、すぐに取り出したいものとかがあれば、もう外側に引っ掛けることもできます。で、キッチンタオルや手拭きなどを引っ掛けておくと、そのまますぐに使えます。このシンプルなデザインがまたいいですね。はい、続いてこちら。同じシリーズの下扉用スプレーホルダーです。さっきのもこちらも耐荷重約 1kg になっています。はい、こちらもドアに引っ掛けるだけで使えるタイプで、この手前のくぼみの部分にこのスプレーを引っ掛けるようなイメージで収納できます。で、こちら扉の内側に引っ掛けて収納する場合は、結構このスプレーがかさばると思うので、棚下部分のスペースがどれだけあるかっていうのを事前に確認してから閉めるようにしてください。結構手前まで何かケースとか引き出しとかがあるとバーンってぶつかってしまう可能性があるので、それだけ注意して使えば便利そうです。キッチンに限らず洗面所下の扉とかでも使えそうですね。はい、こちらも扉に引っ掛けて使います。そしてこのくぼみの部分にスプレーを引っ掛けます。はい、これで簡単に扉の内側にスプレーを収納できます。扉を閉めるときに結構この分のスペースが必要になるので、この内側ギリギリにあると閉めにくかったりするので、そこだけ注意してください。で、こちらも扉の外側に引っ掛けて使うこともできます。はい、こんな感じでスプレーを引っ掛けてもくぼみのおかげで安定します。で、これ形的にこの両サイドにもかけられると思います。こんな感じで。ちょっとこのスプレーの先の部分は当たりやすいんですけど、より多くかける場合はこんな感じでかけられました。ちょっと取り出す時にガチャンとならないようにだけ気をつけてください。で、これフックの部分がよく見るとちょっと内側に傾いているので、それによってドアにフィットしやすくなっています。あとは幅広の二重で引っ掛けるタイプになっているので、このフック自体がこういう風にぐらついたりしにくいです。結構安定感がありますね。はい、あとはこんな感じでバッグなどをかけたりもできます。なのでキッチンの扉に限らずいろんな場所で活用できると思います。はい、続いてこちら。冷凍庫用ワイヤースタンドです。はい、こちらはこんな感じのワイヤースタンドになっていて、全部で6箇所物を立てられるようになっています。イメージはもう本当にこの通りで、冷凍食品だったりアイスなどを立てて収納することができる商品です。なんかこれは見た目もすごいシンプルなので、冷凍庫に限らず他の小物とかも立てられそうですよね。向きも縦横どちら向きでも使えるようになっています。はい、では冷凍庫の中で動きやすいアイスをこちらのスタンドで収納していきます。はい、こちらを置いて、あとは隙間にアイスを入れるだけです。はい、綺麗に収納できました。これだと冷凍庫を開け閉めしても中が乱れなくなります。はい、あとこちらは向きを変えて使うこともできます。ではアイスを立てるように置いていきます。はい、こんな感じで立てられました。ちょっとアイスの大きさによってはちょっと引っかかりやすかったりはするんですけど、細いアイスとかであればこんな感じで上から取り出せます。はい、こちらシンプルな形なので冷凍庫以外の場所でも使えると思います。例えばこういったコーヒーやティーバッグなども立てられます。で、それぞれ間に仕切りがあるので、例えばこういう間のものを抜いたとしても、はい、こんな感じで倒れることなく使えます。
ケースなどの中で使っても良さそうですね。でこんな風に動かしても乱れないです。はい、他にはハンカチやティッシュを立てて収納することもできます。三つ折りのハンカチやちょっと大きめの厚みのある四つ折りのハンカチタオルなんかも挟めます。であとティッシュとウエットティッシュも挟むとこんな感じです。でこれだと取り出す時に奥のものを取ってもこんな感じで倒れないです。こういう間のハンカチを取ってもこんな感じでスペースが確保されるので、また洗濯した後も戻しやすいです。シンプルなデザインなので見える場所で使ってもいいですよね。はい、他にはスマホやノートなども立てかけられます。はい、こんな感じでそれぞれ立てられました。結構この幅がしっかりとある分安定感もあります。なのである程度重たいものとかをかけたりとかしても全然大丈夫ですね。これは一つ持っておくといろんな場所で活用できるので、冷凍庫で必要なくなっても使えると思います。はい、続いてこちら。伸縮式ザルストレーナーです。はい、こちらは水切りができるようにたくさん穴が開いたトレーになっていて、さらに引っ張ると伸縮できるようになっています。せーの。おー。はい、こんな感じで結構しっかり伸縮できますね。でこちらは野菜やカトラリーの水切りに使えるようになっています。で使わない間はコンパクトにできるので収納する時もかさばりにくいです。最長 35.3 センチなので菜箸とかも入れられるサイズになっています。はい、では野菜を洗っていきます。まずきゅうりを入れたいんですけど、ちょっとこう長さが足りないっていう時はこちらを伸縮して長さを変えられます。これぐらいかな。であとは一緒に洗いたい野菜を入れていきます。おー、もうちょっと広げようか。はい、こんな感じで綺麗に入りました。でもうこれが水切りできるようになっているのでこのまま洗います。でよく見るとちょっとそこにこの凹凸感があるのでこのまましばらく置いていても大丈夫です。であとは野菜を切るときにここから取って使うことができます。はい、他には洗った後の菜箸とかカトラリーなどもこちらの容器に入れて水切りができます。結構こう細かいものって散らばりやすかったりとか何か食器を取った時に落ちてしまうみたいなこともあったりすると思うんですけど、こんな感じでこのトレイに入れておけば落ちる心配もなく水切りができます。はい、こんな感じでしっかり菜箸も入る大きさになっています。でこのようにスペースが余る場合は伸縮して使うことができるので必要以上にスペースを取ってしまうこともないです。で使用後はコンパクトに収納することもできます。はい、ということで今回はセリアの購入品を紹介しました。皆さんの中ではどれが気になりましたか？ということで最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。では池田真子でした。バイバイ。